本郷殿たちが私と同じ道を歩んでいるのなら、どこかで道が交錯することになるやもしれませんな。私もそう信じておこう。これならなんとか戦えそうだね、ご主人様。しかし、これからどうしましょうか。黄金塔を探し出して片っ端からやっつけるのだ。ならどうすりゃいいのだ？お兄ちゃんは何か考えあるのか？どうしたらいいのかな。すみません。噛んじゃった。こっちですよ。声は聞こえど姿が見えず。一体誰が？みんなひどいこと言うのだな。チビをバカにするのは良くないのだ。こんにちは。ちはです。私は諸葛孔明です。私は本当です。二人ともカミカミすぎなのだ。諸葛孔明ちゃんに本当です。諸葛亮に宝刀か。あなたたちのような少女がどうしてこんなところに？ですね、私たち慶州にある水教塾っていう水教先生という方が開いている私塾で学んでいたんですけど、でも今この大陸を包み込んでいる危機的な状況を見るに見かねて、それで力のない人たちが悲しむのが許せなくて、その人たちを守るために私たちが学んだことを生かすべきだって考えて、でも自分たちだけの力じゃ何もできないから、誰かに協力してもらわなくちゃいけなくて、それで誰に協力してもらえばいいんだろうって考えた時に、天の御使いが義勇兵を募集してるって噂を聞いたんです。それでいろいろと話を聞くうちに、天の御使いが考えていらっしゃることが私たちの考えと同じだって分かって、協力してもらうならこの人だって思って。だから私たちを鮮烈な走りをお加えください。お願いします。ご主人様、どうしよっか。鮮烈の端に加えるには年が若すぎるような気もしますが。
それはそうですが、リンリンの部は一騎当選。年は若くとも十分に戦力になります。しかし、二人は見たところ指は細く、体格は華奢。戦場に立つには可憐すぎるかと。そうそう。武芸が達者でなければ戦えないなんて言ったら、私なんてこれっぽっちも戦えないもんね。って自分で言っててへこんできたよ。そうですか。ならば私はご主人様の判断に従いましょう。頑張りましょう。私は生は諸傑、名は亮、あざ名は孔明で、マナは首里です。首里って呼んでください。生は宝で、名は東で、あざ名は資源で、マナはひなりって言います。よろしくお願いします。シュリちゃん、シュリちゃん。マナで呼ばれたよ。よかったね、ひなりちゃん。新参者の私たちが意見を言ってもいいのでしょうか。私たちの勢力は他の黄金統制閥に乗り出している諸侯に比べると極小でしかありません。今は黄金島の中でも小さな部隊を相手に勝利を積み重ね、名を高めることが重要だと思います。敵を選べというのか？そういうことですけど、私はね、劉備玄徳、マナはトウカだよ。これからはトウカって呼んでね。リンリンは張飛って言って、リンリンはマナなのだ。呼びたければ呼んでもいいぞ。皆がマナを許すのならば、私も許さなくてはならんな。ご主人様が紹介してくださったように、我が名は関羽、マナはアイシャという。よろしく頼む。はい、よろしくお願いします。ご主人様もですか？しかし、いささか卑怯では。
と、どうかしたの？お腹減るのは気合でなんとかなるってわけでもないからな。名を挙げつつ付近の村や町に住む富豪たちに寄付を募るか、敵の補給物資を鹵獲するしか今のところ解決方法はないと思います。だったらやっぱり弱い敵部隊を狙って倒していった方がお得だね。はい。状況を説明されれば、それしか方法がないのだとわかります。私に否はありません。私もなーし。ご主人様の方針に従うよ。リンリンは別に何でもいいのだ。